心が未成熟な人は無意識で小さい子供のように自分の欲求は完全に満たされて当たり前だという感じ方をしていて、どこか安易です。例えば、今まで子供に一切愛情を与えていなかった人が、年を取って寂しくなってから子供の愛情が欲しくなり、急に子供に気を使うようになったとします。こんなに気を使っているのに子供は優しくないと不満なのは、自分は何もしなくても自分の欲求は完全に満たされるべきだとどこか甘く考えています。長いこと自己中心的だったのに、今だけ優しくすれば愛情をもらえるだろうというのはどこか思考が安易です。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは視野が狭いので原因を間違えていることが多いです。例えば、今不幸なのは子供が冷たいからだと思っているとします。〇〇さんちの子は親孝行ばかりで優しいのに、うちの子は一度も親孝行をしないと不満だとします。でも自分が今子供が冷たくなるようにこれまでの人生を生きてきたということには気づいていないかもしれません。これは今だけを見て、〇〇さんちの子は優しい、うちの子は優しくないと言っているのです。今だけを見るのではなく、これまでの人生という長い視点で見ないと本当の原因には気づきません。今日は生きづらいアダルトチルドレンが生きやすくなるために、今だけを見るのではなく、これまでの人生という長い視点で見ようという話をします。1、今しか見ていない人の例。2、どうすればいいかという対策。3、ポイントの振り返りと補足。4、すぐにできること。このような順番で話します。では、今しか見ていない人の例から話します。好かれようと周りに気を使っているのに好かれない人がいます。このような人は大抵なんで自分が好かれないのか気づいていません。このことについて例え話をするので、マンションで一人暮らしをしていると仮定してみてください。マンションの管理人が部屋の修理をしたくて、あなたのスマホに電話をし続けています。でもあなたは高熱を出して寝ているためにスマホの電源を切っているとします。早く修理を終わらせたい管理人は直接あなたの部屋まで来てインターホンを鳴らします。あなたが出てこないので何度も何度もインターホンを鳴らします。あなたは高熱でフラフラになりながらも怒りを抑えつつドアを開けます。高熱が出ていて話せる状態じゃないから帰ってくれと言っても、管理人は修理が進まないので夕方だけでもスマホの電源を入れといてくれと言います。高熱が出ているので無理だとドアを閉めようとするも、管理人は必死に1週間後に修理をするという自分の要件を強引に伝えようとしてきます。そして1週間後、またその管理人がやってきて、お体は大丈夫ですか？とても心配をしていました。と気遣いの言葉を言いました。皆さんはこの気遣いをどう感じますか？この管理人は自己中心的な人で自分の欲求しかない人です。相手の欲求を感じられない人です。
だから相手がどういう状況であろうと自分の欲求だけを通します。それでいて、お体は大丈夫ですかと気を使っているふりをします。これは心が未成長なアダルトチルドレンに多いです。こういうふうに人の例にすると分かりやすいのですが、自分のことになると自分が自分の欲求しかないということは気づいていない人が多いです。そして心が成長していない人は視野が狭いので、今嫌われるようなことをしていないのに、なんで嫌われたのかわからない人が多いです。この管理人も、自分はお体は大丈夫ですかと相手に気を使っているのに、なんで相手に嫌われているのか、その理由がわからないと思います。つまり視野が狭くて、今しか見ていないんです。確かに今は相手に気を使っていて優しい言葉をかけています。でも嫌われているのは過去を含めたこれまでの言動の結果です。他にもアダルトチルドレンは自分だけ得しよう得しよう、自分だけ楽しよう楽しようとします。それでいて言葉では相手に気を使った言葉を言う人もいます。この場合も相手に気を使った言葉を言っているのに、今日は嫌われるようなことはしていないのに、それでも嫌われているのは今日の問題ではなくて、これまでの人生で長いこと自分だけ得しよう得しよう、楽しよう楽しようとして生きてきた結果です。さっきも言いましたが、人のことだと分かりやすいのですが、自分のことだと案外気づいていない人が多いです。自分が自己中心的だとはなかなか気づきません。同じように何年も部下をいじめてきたような人は、いざという時に部下が力を貸してくれないかもしれません。定年退職のお祝いをしてくれないかもしれません。また自分の欲求だけを満たそうとしてきた人は気づいていなくても要所要所で配偶者を傷つけています。それでいて寂しくなって相手に気を使った優しい言葉をかけ出したとします。これも最初のマンションのオーナーと同じです。今配偶者に気を使っていても、それまでずっと自己中心的だった場合は好かれません。自分はこんなに気を使っているのにあの人はひどいと言うけど、それはあまりにも視野が狭いです。人は今だけでは見ません。今までを見ます。人生での成功失敗も同じことが言えます。自分は昇進できずに同僚が昇進したとします。愛されなかったために心が成長していない人は、自分の欲求は完全に満たされて当たり前だというようなどこか安易な姿勢があります。なので、努力をしなくても昇進できるものとして世界を考えるので、自分が努力をしていないことは無視して結果を焦るし、結果に納得がいきません。昇進した人、成功した人は自分より努力をしてきたということは無視して、なんであいつばっか優遇されるんだと不満になります。視野が狭くて努力を無視する人は、あいつは運が良くて自分は運が悪いと何でも運のせいにしがちですが、その運は努力で近づけることができるのに、自分は努力をせずに運を遠ざけているということには気づいていません。努力をしないで運を遠ざけていながら、自分は全く運がないと感じています。同じようにアダルトチルドレンを克服する人と克服できない人といます。
克服する人は何百冊もの本を読んだり、何百もの動画を見たり、自分と向き合ったり、ノートに書いたり、カウンセリングを受けたり、いろいろなことをしています。視野が狭くて克服しない人は、めんどくさいことはしません。例えば、自分の頭の中のことをノートに書くという作業は、アダルトチルドレンを克服する上でとても重要な作業です。でも、そのようなめんどくさいことはしません。そのようなことは無視して、なんで自分は克服しないんだと不満になっているかもしれません。回復しない人はどこか安易なんです。この世界をどこか軽く見ています。今までという過程を無視して、今だけを変えることはできないんです。でも心が未成熟な人は、今まで何もしてこなかったのに、今だけ変えることを望んでいる人が多いです。それは無理です。今を変えるには、今までを変える必要があったということです。このようにアダルトチルドレンは今しか見ていない人が多いです。得しよう、得しよう、今が良ければいいやという生き方は長期的には損する生き方です。例えば、今あの人に対してむしゃくしゃしているとします。その人を傷つけることを言うと、その時にはイライラが収まるかもしれません。でもそれは相手に恨みを買って、いつか何らかの形で仕返しをされる可能性が高いです。今だけが良ければいいのであれば、相手を傷つければいいですが、長期的にはやはり相手を傷つけておいていいことはありません。同じように、仮に短期的に得や楽を手に入れても、その代償に楽しく生きていくために必要な信頼とか愛情を失うことがあります。これはとても割に合わない生き方です。このようにアダルトチルドレンは、その時だけを見ると一見得をしているけれど、長期的には孤独になって寂しい人生を送るということが多いです。なのでどうすればいいかという対策は、今という視点から今までの人生という視点に意識して変えましょう。今憎しみが溜まっている人は、今まで例えば周りに服従したり、憎しみが溜まるように生きてきたということです。その今までの人生という視点を無視して、憎しみのない優しい人になりたいと言っても、今だけを変えることはできません。だからといって絶望なのではなくて、今からの生き方を変えれば、10年後はいろいろなことが変わってきます。でも、10年後を変えるために、10年目の1日だけ頑張っても変わりません。今からの10年間の生き方という視点を持ちましょう。子供が優しくないといつも子供に不満な親は、何十年も自己中心的な生き方をしてきた結果なのに、その部分は無視して、今だけを変えようとしている人です。これではいつまでも子供は優しくなりません。子供が優しくなってくれるかどうかは、これからの10年間の生き方次第です。では、ポイントを振り返りながら補足します。人は愛されて心が成長しますが、愛されずに育ったために心が成長していない人は、どこか人生全般に対して安易だし、視野が狭い人が多いです。だから原因についても勘違いしてしまうことが多いです。例えば、何年も自己中心的な付き合い方をしておいて、恋人が冷たい
と恋人に不満を持っている人も多いです。自分が相手を傷つけるような付き合い方を何年もしておきながら、恋人は LINE を送っても返事がそっけないと不満になります。こんなにひどいんですよと周りに言います。確かに今だけを見ると相手の態度は本当にひどいんですが、今だけではなくこれまでの付き合い方全体を見たら、相手より自分の方がひどいということには気づいていない人が多いです。他にも4人で談笑しているとします。他の3人は何を話してもみんながそうだよねと合わせてくれる。自分の時だけみんなと同じことを言っているのになぜか批判されるとします。その日朝から嫌われるようなことは一つもしていない。だから理由がわからない。なんで私だけいつもこういう扱いされなきゃいけないんだと不満になります。このような人はその日に問題があるのではなくて、普段の自分の自己中心性に気づいていないところに問題があるんです。心が未成熟な人は無意識で小さい子供のように自分の欲求は完全に満たされて当たり前だという感じ方をしていて、どこか安易です。例えば、今まで子供に一切愛情を与えていなかった人が、年を取って寂しくなってから子供の愛情が欲しくなり、急に子供に気を使うようになったとします。こんなに気を使っているのに子供は優しくないと不満なのは、自分は何もしなくても自分の欲求は完全に満たされるべきだとどこか甘く考えています。長いこと自己中心的だったのに、今だけ優しくすれば愛情をもらえるだろうというのはどこか思考が安易です。心が未成熟な人は相手にバレていることに気がついていないことが多いのですが、寂しいので急に相手に気を使い出すとか、見返りが欲しくて何かをするというのは、心が成熟している人にとっては見え見えで、下心がバレていることが多いです。そこで余計に相手を不快にさせてしまうことがあります。欲しいものを得るには誠実さが必要です。誠実な人は一時的な今だけではなくて長い時間継続します。だから周りに信用されます。10年間不誠実な生き方をしてきた人は今日だけとか1週間だけ変えても無理です。でもこれからの10年間誠実に生きれば10年後は今とは変わってきます。不誠実な生き方をしていると最終的には孤独になります。不誠実な生き方をしていると思う人は誠実な生き方へと変える必要があります。ではすぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、自分に起きた望まないことを考えてみようです。今日望まないことが起きた人は、それはどんなことか。先週望まないことが起きた人は、それはどんなことか。先月望まないことが起きた人は、それはどんなことか。去年望まないことが起きた人は、それはどんなことか。よかったら、過去の望まない体験を5個箇条書きにしてみてください。そして次が大事です。その望まないことが起こるのに、自分が影響を与えたと思うことはないか
考えてみてください。例えば、恋人に振られたという経験をした人は、自分の何がその望まない経験を招いたのか考えてみてください。最後に、それらの望まない経験は自分がどのように行動していたら防げたか考えてみてください。振られたという今だけを見ると、相手は冷たい、相手は自己中心的だと感じますが、このように自分が与えた影響を考えてみると、望まないことのいくつかは自分が引き起こしているということにも気づけるかもしれません。すべての望まない経験が自分が引き起こしているというわけではありませんが、一つでも自分が引き起こしていたと気づくことは、今後は防げるように注意ができるようになるということです。このように視野が広がるということは、心が少し大人になるということです。アダルトチルドレンが生きやすくなるためには、心を成長させることがとてもとてもとても大切です。心の育て方は、アダルトチルドレンの直し方、心の育て方編という動画を参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。